板垣退助と人民平均の利について。イントロダクション。板垣退助は明治時代の政治家として知られていますが、彼の思想の中核をなす人民平均の利という考え方は、当時の日本社会に大きな影響を与えました。この動画では、板垣退助の生涯と人民平均の利について、ずんだもんと四国メタンの対話形式で解説していきます。板垣退助の生い立ち。板垣退助ってどんな人なのだ？板垣退助は1837年に土佐藩、現在の高知県で生まれた武士を、幕末期には土佐藩の重臣として活躍して、明治維新後は新政府で重要な役割を果たしたのよ。へえ、すごい人なのだな。でも、なんで有名になったのだ？板垣が特に有名になったのは、自由民権運動の指導者としての活動があったからなの。彼は民主主義と国民の権利を主張して、日本の近代化に大きく貢献したのよ。人民平均の利とは何か。人民平均の利って聞いたことがあけど、これは板垣さんの考えなのだ。そうよ。人民平均の利は板垣退助が提唱した政治思想なの。この考え方の核心は、全ての人々が平等な権利を持って、政治に参加する機会を持つべきだというものなの。それって、今でいう民主主義みたいなものなのだ。その通りよ。当時の日本ではまだ身分制度の名残があって、政治は一部の特権階級によって独占されていたの。板垣の人民平均の利は、そういった不平等な社会構造を変革しようとする革新的な思想だったのよ。自由民権運動との関係。自由民権運動って聞いたことがあるのだ。これと人民平均の利は関係あるのだ。密接な関係があるわよ。板垣退助は自由民権運動の中心的な指導者の一人だったの。人民平均の利はこの運動の思想的基盤になったのよ。自由民権運動って具体的に何をしたのだ？自由民権運動は国会の開設や憲法の制定を求めて全国的に展開された政治運動なの。板垣たちは民選議員設立憲白書を提出したり、愛国公党5の自由党を結成したりして、政府に民主的な改革を迫ったのよ。人民平均の利の影響と意義。人民平均の利で、当時の人たちはどう受け止めたのだ？当時の支配層からは危険思想として警戒されたけど、多くの一般市民、特に知識人や地方の有力者たちには支持されたの。この思想は日本に民主主義の種をまいたと言えるわね。今の日本にも影響があるのだ。もちろんよ。今の日本の民主主義制度の基礎を築いた思想の一つと言えるわね。選挙権の拡大や言論の自由とか、私たちが当たり前のように享受している権利の多くは、板垣たちの思想と運動が礎になっているのよ。まとめ。板垣退助の人民平均の利は、日本の民主化過程において重要な役割を果たしました。身分や階級に関係なく、すべての人々が平等に、政治に参加する権利を持つべきだという彼の思想は、当時の日本社会に大きな影響を与え、現代の日本の民主主義制度の基盤となりました。板垣退助の思想と行動は、日本の政治史において、重要な転換点となり、その影響は今日まで続いているのです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。